あなたが今特定の遺伝子について調べているとして、日本人集団においてその遺伝子上のどの SNV やインデルが特徴的か知りたいとします。その時 JMOP からどのように見つければよいでしょうか。今回は ALDH2 という具体的な遺伝子を検索し、その中にある日本人に特徴的な SNV にたどり着くにはどうすればよいかを見ていきます。それでは JMOP トップページにある検索窓から ALDH2 と入力して検索します。すると ALDH2 遺伝子ページが表示されます。遺伝子の基本情報や GBAS などの情報が載っていますが、今回は SNVs、インデルスの項目を見ます。ここには遺伝子上にある変異が荒れる頻度などの情報とともにリストアップされています。もちろんこのリストにフィルタリングをかけて探索することもできますが、もう少し直感的に発見したいですね。そこで表の右上にあるボタンを押してみましょう。すると様々なデータセット間の荒れる頻度の違いを視覚的に確認できるページに飛びます。右図の各点は各変異に対応し、真ん中の直線はデータセット間で荒れる頻度の違いがないことを示し、そこから外れているほど違いが大きいということになります。今回はノマドのデータセットを世界標準とみなして、日本人に関するデータセットである TOMO54KJPN と比較してみます。これだけでは候補がたくさんあるので、さらに左側のパネルを操作してミスセンス変異に絞ってみましょう。すると飛び出している1点を発見します。この点に触れるとその変異に関する簡単な情報が下に提示されますが、さらに詳細を見るにはその中の名前の部分をクリックし、詳細ページに移動します。このページにはその変異に関する有用なデータが閲覧できますが、その中でもアレル、ジェノタイプフリークエンシーの項目を見てみましょう。するとデータセットごとに荒れる頻度やその頻度を算出している数値が並べられており、小ブレイクダウンをクリックするとサブセットごとの情報も閲覧できます。見ていくとノマドのサブセットの中に TOMO54KJPN と同程度の荒れる頻度を示すものがあります。 EAS、 つまり東アジアの集団です。今回発見した変異は日本人だけのものではなく、東アジアの集団に見られる変異だということがわかります。このようにして遺伝子から変異の特定までを JMOP 上で見ることが可能です。 JMOP の詳細な使い方に関してはヘルプ、チュートリアルからユーザーガイドが置いてありますので各自参照ください。